は失敗は成功のもとっていうことで、レジンアート、オーシャンアートの失敗とその時の対応策と予防策をやっていきます。皆さんはどんな失敗をしますか？私もちょっと考えてみたんですけど、失敗が見当たらなくて、レッスンに習いに来てくださった方にもヒアリングをして、今日は失敗を3つやっていきます。まず1つ目、レジンを混ぜた時の失敗。2つ目、波を失敗。3つ目、出来上がった作品を梱包した時の失敗。でも誰にでも失敗はあるので、その時の対応策と予防策をやっていきましょう。ちょっと待って、何このポーズ。思わず出たんだけど、やば。まずは1つ目の失敗。レジンが混ぜ終わった。じゃあ今日はどの素材にオーシャンアートをしようかな、パネルがいいかな、アクリルボードかな、ライブエッジも捨てがたいしとか、何色のみにしよう、青かな、グリーンかな、ピンクも捨てがたいなんてちんたらやっていたり、あるいは粘度が上がるまでこのままワーキングタイムギリギリまでマートをなんてやっていると、ふっとカップを見ると湯気が出ていて、触るとあち、しかもなんだかこのレジン固まってるっていう現象が稀に起こります。この現象を海外ではフラッシュって呼んでいたんですが、正式名称は知らん逆に知っていたら教えてほしい。こうなってしまうとこのレジンはもう使えません。対応策としてはカップごとお庭やベランダ、屋外に出してください。決して小さなお子さんが触らないように気をつけてね。そして固まったらゴミとして捨ててください。じゃあなぜこんな現象が起こるのか。レジンは厚みが苦手なのね。特にアート用のレジンは厚みが 3mm がベストみたいに書いてあります。だから予防策としては、混ぜ終わったレジンはすぐにカップに分けて着色をする。そしてキャンバスの上に流してあげる。この状態でワーキングタイムギリギリまで待つとフラッシュは起こりません。レジンがもったいないので気をつけてね。では次に2つ目の失敗。 MDF ボードに透明のレジンを流してあります。白のレジンでラインを引いて波を作っていきます。この波が失敗した時、もうすでにワーキングタイムギリギリまで待っているので、レジンの粘度はなかなか高めだから迷っている暇はありません。あちゃー、波失敗しちゃいました。この波をやり直すのか、それともこの上から2層目を重ねるのか、瞬時に決めなければならない。よし、やり直すって決めたら、対応策としてはここで登場するのがヘラ。このヘラ使用感あるわ。そしてこのヘラで今作った波、レジンすべてを取り除く。こんな感じ。全部下に流し落とす。もったいないけど。そしてアルコールの入っていないウェットティッシュ、あまりケバケバしてないティッシュがいい。私は赤ちゃんのお尻拭きを使っている。なぜなら 99% 水でできているから。レジンが乗っていたところを丁寧に拭き取る。素材がアクリルボードだとかなりきれいに取り除くことができます。ただ MDF ボードとか木製のパネルとかだとやっぱりレジンが染み込んでいるので、こんな感じに跡はついちゃうよね。でもきれいに取り除ければ、もう一度レジンを混ぜてキャンバスの上にレジンを乗せていきます。次に乗せるときは、さっき失敗したこのレジンのここまであったよっていう線をオーバーしてレジンを乗せるようにする。するとさっきの失敗が見えない、綺麗にカバーすることができます。これぐらいかな。
同じように波を作っていきます。もうこれさ、気に入らなくて何度流し落としたことがあることか。あるある、そんなこともあるはい、綺麗な波が完成。そして予防策なんだけど、予防策としては波を失敗しないこと、それ以外ない続いて失敗3つ目。こんな風に作品が出来上がってから72時間は経っているからってビニール袋に入れてきれいに梱包してしまうと、意外となんだろう、これ湿度の関係なの、温度なの、よくわかんないけどペチャってくっついてなんか取れない時がある。最悪は作品にビニールの型がいく。プチプチも同様、傷がつかないようにとか、作品が欠けないようにとか、作品を大事に思って包むんだけど、直接作品を包んじゃうとこれもくっついてしまう時があります。このプチプチがくっつくと丸の模様がつく。もう結構悲惨。べちゃってくっついて型や模様がついてしまったら、それはもう取れないと思うんだけど、汚れがついた時の対応策としては、じゃん、ガラスクリーナーと柔らかい布。レジンアートの作品の汚れはガラスクリーナーをかけて柔らかい布で拭いて取ってあげる。決してアルコールとか除光液で取ろうとしないでください。樹脂が溶けちゃう。綺麗。予防策としては直接ビニールやプチプチで巻くんじゃなくて、まず1枚紙で包んであげる。私は紙で包んでるけど、ワックスペーパーとかで一周くるっと巻いてあげるのもありかな。なんせ時間が経ってると思ってビニールに入れるとえらい目に遭うことがある。はい、いかがでしたか？ちゃんと対応できそう？失敗3つとその対応策と予防策。まあ失敗はつきものだし、失敗は成功のもとなので、ぜひ失敗を乗り越えて素敵な作品を作ってください。以上、ゆみんでした。バイバイ。